はい、こんにちは。山下夏美です。5月11日、日曜日ですね。この日もサイズがありまして、ポインターコートの前で入ってきました。で、サイズがね、かなりあったんで、サーフィンオンリーみたいな感じですね。ただ、スキムもう少し一日通してやったって感じですね。朝一はサーフィンスタートして、人がこの時間でまだ少なかったんで結構本数乗れて。ただラインナップがかなりアウトでですね、結構大変でしたね。土曜日に引き続き、今日もアウトに出て、テトラと同じぐらいのラインから乗っていくって感じでしたね。流れがね、なかったんでそこまで。セットを待ってね、アウトでセット待って乗りやすかったので、その辺は良かったですね。めちゃめちゃ波自体はでかいから結構テール踏んだりして頑張って耐えようとはしてましたね。ライディング的にもそこそこいいライディングができましたね。オフショアで結構目が整ってたんで、予報外のオフショアでね結構人も集まったんで、最終的にはそれぐらいオフショアが長く意外と続いたんでね、結構いい感じの波が取れましたね。このライトの波が結構良くて、ちょっと最後落差がでかいんですよね。しっかり踏んで前に出ることはできる波だった。これコンプリートしたかったですけどね。一日通しても今の波は結構良かった方の波で、テトラと同じラインでかなりアウトから乗ってくって感じだったので、インサイドの人とかも避けながらやっていくっていうのもありましたね。ちょっとバッティングとかも注意しながらその辺はやっていったっていう感じですね。この辺の時間はですね、波数のピーク数と人数が結構ね、ちょうどいいぐらいの人数にです。まあまあいいライディングができてた時間ですね。まあ、これはゲットアウトがしんどいから今上がってきてるんですけど、流れはそこまでなかったけど、やっぱ一回セット入っちゃうと結構ゲットアウトも大変だったし、乗ってきてる人のね、ラインを邪魔しちゃう可能性もあったんで、必ず回ってね、こういう日はテトラからゲットアウトするようにした方がいいと思います。まあ無理にですね、あんま慣れてない人とかは、こういうサイズがある日はね、あんまり入らないようにして、いくといいのかなと思います。あんまりね、ガツガツ入る必要性があるかって言われると、ちょっと危険性もあるからね、こういう日は。流れでアウト持ってかれちゃう時とかもあるし、帰ってこれないってパターンもあるし、人とぶつかっちゃって怪我するみたいなこともあるんで、まあ、こういうサイズのある日はですね、まあ、自分のレベルに合ったような波でやるように、まあ、その辺ちょっと注意していただければいいかなと思います。まあ、かなり人避けながらライディングする感じでですね、もうしっかり周りを見ないと大きな怪我につながるので、その辺気をつけながらやってます。これもったいなかったですね。結構いい感じのところでアーリーウープかけたんですけど、譲ってもらったのに決めきれなかったんですよ。もったいないです。波がゆっくりな場所があるからね、しっかりそこではターン切り返してパワーゾーンキープしてって感じで、最後この先まだ波続いてたからね、これまあちょっとブレイクは最後早かったけど、もうちょいいいライディングできる波だったかなって、ちょっと今のはもったいない。一応スキムの板だけど一番アウトからね乗れる波があったから、そのセットを待ちつつやっていってる感じです。だからどっちかっていうとね、これってないから、ほとんどの波がセットぐらい、アウトからすげえアウトから来るセットぐらいじゃないとスキムの板で乗れるぐらい取れてくれなかったんで、一番誰よりもアウトから乗ってたっていうよりは、アウトから来るセットじゃないと乗れなかったっていう方が正解です。上手い人とかはですね、インサイドの小波とか
数が来るやつとも分けながら乗ってた感じです。でね、連日の雨とか風の影響でですね、結構クラゲが上がったりして、僕も手を思いっきりやられちゃって、すげえ手腫れたんですけど、ちょっとその辺の要因も出てきてるんで、もう夏にかけて暖かくなってきてるんでね、注意していただければいいかなと思います。まあ、海にいる中のね、クラゲかわすのは難しいけど、浜辺とかに打ち上がってる場合もあるんでね、この辺だとカツオノエボシとかすごい危ないんで、気をつけていただくといいかなと思います。体調とかもね、悪くなる人がいるんで、僕も今日珍しく、その影響かわかんないですけど、ちょっと体調崩しちゃったので、そういう症状が出る可能性もあるんでね、無理せず、気をつけていただければいいかなと思います。まあそういう状況になっちゃったんでね、サーフィンは、このライディングを最後に一回上がってスキムからしていきます。これがね、最後3勝負とちょっともったいなかったですね。1個前のドロもそうですけど。結構ね、着地してんのに、その後走りきれてないパターンが結構多かったんで。さあ、ここからですね、スキムですね。インサイドのスキムはちょっと一瞬、残ってくれる場所を狙ってやっていくといった感じのスタイルでしたね。手前のテイクオフゾーンも意外と難しいし、波自体にパワーもすごいあったわけじゃないから、ちょっとやや難しめの波ですね。見た目以上に結構難しい波で、ちゃんとパワーゾーンをキープできるかどうかっていう。とか、パワーゾーンの位置をちゃんと見極めて、そこに一発でターン合わせられるかどうかみたいな感じの練習でした。うまくはまればこういう風にね、横に走る波はあるんですけど、これを見極めるのがかなり難しかったっていう感じでしたね、実際にやってると。これとかもそう。結構いい位置で回せてるようで、実はパワーゾーンから外れてるから、前に出るとね。逆にこれは一瞬で回そうとしすぎて、レールが抜けちゃったパターンですね。その辺の小波とかパワーがない波に対する技量を求められる波だったかなと思います。そういう日はですね、ちゃんと走るラインとかをちょっといろいろ調整しながら、このラインが一番いいのかなとか、このラインだとちょっとターンしにくいからまた変えてみようみたいなのをちょっとやっていきながら、自分が乗りやすい場所を探していくといいかなと思います。あとはですね、左右そういう日は走るようにした方がいいですね。この時間はちょっとバックサイドしかあんまりなかったけど、最終的にちょっとフロントも何本か出てきてたんでね、両サイドしっかり狙えるといいのかなと思います。それはその日のね、条件とか風回りとかにもよるんで、基本は打ちやすい方で、両方打てるなっていう日にしっかり両方練習していくといいかなと思います。こういう風にフロント横に走るときあったんで、ややスープ気味でしたね。最後の方は何本かフロントを打ちつつ練習していって、この日は終了していった感じです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。